皆さんこんにちは、ゆいです。なんだかお腹が空いてきちゃいました。こんにちは、あきらです。ゆいさんはいつも元気ですね。今日も楽しく日本語でおしゃべりしていきましょはい、実はお腹が空いているのには理由があって、今日は料理について話したいからなんです。う。なるほど、料理ですか。いいですね。毎日することですし、生活に欠かせないテーマです。でも、ただの料理のレシピの話じゃありませんよ。今日のテーマは、料理ができる人はモテるのかです。いきなり恋愛っぽい話題ですね。料理とモテる関係ですか。はい。よくテレビや雑誌でも料理上手はモテるって言われますよね。あきらさんはこれ本当だと思いますか？そうですね。結論から言うと、間違いなくモテると思います。かなり有利ですよね。やっぱりそう思いますか？私も男女関係なく美味しいご飯を作れる人はすごく魅力的だと思います。ええ。相手のために何かを作ってあげるって愛情表現の一つですからね。そうそう。仕事から疲れて帰ってきた時に温かいご飯が待っていたら、それだけで好きになっちゃうかもしれません。あはははは。ゆいさんは食べ物で釣られやすいタイプですか？え、バレました？美味しいものには本当に弱いんです。あきらさんはどうですか？僕も食べるのは大好きですよ。だから料理の話題は話しているだけでお腹が空いてきますね。日本には昔から恋愛のテクニックとして胃袋をつかむという言葉がありますよね。ああ、よく聞く言葉ですね。胃は食べたものを消化する場所。そして掴むはしっかり持つという意味です。つまり、美味しい料理を作って相手の心を離さないようにするという意味ですね。その通りです。昔はよく女性が男性の胃袋をつかむという文脈で使われていました。でも、最近はちょっと変わってきましたよね。今は男性も料理をする人が増えていますし。そうですね。いわゆる料理男子です。僕の周りにもプロみたいに料理が上手な男の友達がたくさんいますよ。それってすごくポイント高いです。休日の朝に彼氏がコーヒーを入れてくれて朝ごはんを作ってくれたら最高だなって妄想しちゃいます。ゆいさんの妄想が広がっていますね。でも確かに今の時代は男性が料理できるとすごく評価が高い気がします。はい。共働きも多いですから、料理を任せられるパートナーは本当に頼りになります。僕も将来結婚するとしたら、家事や料理はお互いに分担してやりたいなと思っています。素晴らしいですね。ちなみに、あきらさん自身は普段料理はするんですか？毎日ではないですが、週末に時間ができたら作りますよ。本当ですか？どんなものを作るんですか？すごく気になります。そんなにすごいものは作れませんよ。パスタとかチャーハンとか簡単なものです。いやいや、パスタをさっと作れる男性ってかなりかっこいいですよ。褒めすぎです。でも、そう言ってもらえると嬉しいですね。でも男性の作る料理って結構こだわりが強いイメージがありませんか？わかります。スパイスを何種類も集めたり、特別なフライパンを買ったりする人ですね。そうです、そうです。何時間もかけてカレーを煮込んだりする趣味の料理ですね。確かに、そういうのは楽しいんですが、毎日の生活となるとちょっと違いますよね。そうなんです。私が魅力的だなと思うのは、特別な日の豪華なディナーよりも、冷蔵庫の残り物でパパッと美味しいものを作れる人です。冷蔵庫のあり合わせで作るですね。それはかなりレベルが高い生活の知恵です。そう、あるもので適当に作ったよって出してくれたものがすごく美味しいと、もうキュンとしちゃいます。なるほど。飾らない日常の安心感ですね。ゆいさんは普段はよく料理をするんですか？
私は生きるために最低限のことはしています。でも、人に自信を持って出せるかと言われるとちょっと恥ずかしいですね。そうなんですか？でも、ゆいさんが一生懸命作ってくれたら、どんなものでも絶対に美味しいですよ。本当ですか？そんなこと言われると、なんだかちょっと照れちゃいますね。本当ですよ。大切なのは味だけじゃなくて、誰が作ってくれたかですから。あきらさんは言うことが優しいですね。なんだかハードルが下がった気がします。料理はテストじゃないですからね。楽しんで作るのが一番です。そうですよね。美味しく食べてもらいたいっていう気持ちが大事ですね。でも先ほど、あきらさんがパスタを作るって言ってましたけど、実は私すごく食べてみたいなって思っちゃいました。え、僕の作ったパスタですか？はい、今度私に作ってくれませんか？いいですよ。でも、ゆいさんは普段美味しいものをたくさん食べてそうだから、少し緊張しますね。そんなことないですよ。あきらさんが私のために作ってくれるなら、絶対に美味しく食べちゃいますから。本当ですか？じゃあ、僕の特製パスタでゆいさんの胃袋を掴んじゃおうかな。ちょっと、急にそういうこと言うのは反則ですよ。ドキッとしちゃったじゃないですか。冗談です。でも、二人で一緒にキッチンに立って料理するのもすごく楽しそうですね。わあ、それすごくいいですね。一緒に材料を切ったり、味見をしたりするの憧れます。これちょっと塩が足りないかなとか言いながらね。そういう時間が実は一番の幸せかもしれません。そう思います。料理って完成したものを食べるだけじゃなくて、作る過程を共有できるのが素敵なところですよね。ええ。だから、もし料理があまり上手じゃなくても、一緒に頑張って作ろうとする姿勢があれば、相手の心はつかめると思いますよ。なるほど。じゃあ私が料理を失敗しても、あきらさんは笑って許してくれますか？もちろんですよ。失敗したら、一緒に笑いながらピザでもデリバリーすればいいんですから。ピザ、それはそれで楽しい思い出になりそうですね。そうそう。完璧な料理よりも一緒にいて楽しい雰囲気の方がずっと大事です。あきらさん、なんだか今日はすごくいいこと言いますね。モテる理由が分かった気がします。いやいや、モテないですよ。でも、料理に関して一つだけ注意しないといけないことがあると思うんです。注意することですか？何でしょう？火の元に気をつけるとか？それも大事ですが、そうじゃなくて、片付けです。それすっごくよくわかります。大きな声で言いたいです。片付けまでが料理です。ゆいさん、急に熱くなりましたね。だって、すごく美味しい料理を作ってくれても、キッチンがぐちゃぐちゃで、お皿洗いも全部私に任せられたら、ちょっとイラッとしちゃいますから。本当にそうですよね。先ほどのこだわりの料理男子にありがちな失敗パターンです。そうなんです。フライパンをいくつも使って油を飛び散らせてそのまま満足してソファーで寝転がられるとモテるどころかマイナスですよ。痛いところつきますね。作ってあげたんだから片付けはお願いねというのは一見フェアに見えますが、もちろん普段の生活でルールを決めているならいいんです。でもドヤ顔で俺が作ったよって言われても後片付けの負担が大きすぎると疲れちゃいます。おっしゃる通りです。本当の意味で料理ができる人というのは、準備から片付けまでスマートにできる人のことですね。はい。あきらさんはお皿洗いとか得意ですか？僕は料理よりもむしろ片付けの方が好きかもしれません。キッチンがピカピカになると気持ちいいですから。最高じゃないですか。私、作るより食べる方が好きで、片付けはちょっと苦手なので。じゃあ、もし一緒に料理するなら僕が片付けを担当しましょうか。やったー！それなら毎日でも一緒にキッチンに立ちたいです。
でも逆に考えてみましょう。もし相手が全く料理ができなかったら、ゆいさんは嫌ですか？全くできないですか。包丁も持ったことがないレベルだとしたら、最初はちょっと戸惑うかもしれません。そうですよね。大人として自分の食事くらいは自分で何とかしてほしいという気持ちはありますよね。はい。でも、それが決定的な理由でお別れするということはないと思います。努力する気があるかどうかが重要ですね。なるほど。できなくてもこれから一緒に覚えていけばいいということですね。そうです。それに料理ができなくても掃除がすごく得意とか洗濯を丁寧にやってくれるなら全然バランスが取れますし。確かに家事は料理だけじゃないですからね。お互いの得意なことを生かして補い合えれば完璧です。あきらさんもパートナーが料理できなくても気にしませんか？はい、全く気にしません。僕が作ればいいだけですから。おー、かっこいい。その言葉、全国の料理が苦手な人が泣いて喜ぶと思いますよ。でも、たまには作ってほしいなってお願いするかもしれません。目玉焼き一つでも作ってくれたら嬉しいですから。目玉焼きくらいなら私でも完璧に作れます。半熟にして、お醤油を垂らして。いいですね。美味しそうです。そうやって無理なく自分ができる範囲でお互いを喜ばせることができたら、それが一番ですよね。料理のスキルそのものよりも、相手を思いやる気持ちがあるかないか、それがモテるかどうかの分かれ道なのかもしれません。まさにその通りですね。料理はその気持ちを表現する一番わかりやすい手段だということでしょう。そう考えると、今日から少しずつ料理の練習をしたくなってきました。さて、いろいろと話してきましたが、ゆいさんの中で料理ができる人はモテるのかという問いに対する結論は出ましたか？はい、出ました。結論は、絶対にモテる。でもそれは味覚だけではない。です。素晴らしいまとめですね。味覚だけではない、つまりその裏にある気遣いや生活能力が魅力的だということですね。そうです。誰かのために時間を使って何を食べたいか考えて実際に作ってさらに片付けまでしてくれる。その一連の行動が愛なんですよ。愛ですか。なんだかとても深い話になりましたね。でも本当にそう思います。あきらさんの結論はどうですか？やっぱり同じですか？同じです。料理ができるということは自立しているということの証明でもありますからね。自立、確かに。自分の生活をちゃんとコントロールできている人は男女問わず信頼できます。だからもし今モテたいと思って料理を始めようとしている人がいたら僕は大賛成です。私も応援します。動機はモテたいでも全然いいですよね。結果的に自分の生活も豊かになりますし。その通りです。美味しいものが作れるようになって損をすることは絶対にありませんからね。なんだか話していたら本当にあきらさんのパスタが食べたくなってきちゃいました。今週末作ってくれる約束忘れないでくださいね。忘れませんよ。ちゃんと腕を振るってゆいさんの胃袋をしっかり掴んでみせますから。楽しみにしてます。さて、今日の話題は料理ができる人はモテるのかについてでした。皆さんはどう思いますか？皆さんは料理が得意ですか？それとも作ってもらう方が好きですか？こんな料理を作ってもらって嬉しかったとか、得意料理はこれですというエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。みんなのコメントを読むのが本当に楽しみです。今日の会話が楽しかったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして、今日の私たちが話した自然な日本語の会話、文字でも確認したいですよね。はい。今日のエピソードのスクリプトは一番上の固定コメントから確認できますよ。ぜひ、シャドーイングなどに使ってみてくださいね。料理の間に聞き流すのにもぴったりだと思います。それでは今日はこの辺で。はい。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。